どうも、石原慎太郎です。今日は電話かメッセージかというくだらないようで、実は文明の底が見える話をしよう。統計ではな、スマホでテキストを使う方が多いって答えたのが、ISO 6%、通話が多いのは20視点して%だそうだ。つまり今の日本人の多数は、声よりも文字、顔よりも画面、面と向かう緊張よりも、安全な裏口からのコミュニケーションを選んでいる。便利といえば聞こえはいいが、私はね、これは国民総責任回避装置の完成だと思ってるよ。メッセージの一番の罪は、逃げ道がありすぎることだ。既読スルーという日本語を生み出した時点でもう相当病んでいる。相手の時間を奪いたくないとか、考える時間が欲しいとか、きれい事を並べるが、本音は自分の評価が傷つくのが怖い。嫌われるのが怖いだろう。怖いなら黙ってろ。勇気を出して自分の言葉でぶつかることを放棄したら、人間関係なんて最初からやる資格がない。それからビジネスの世界でもメールだ、チャットだと、非同期コミュニケーションに3割の時間を費やしているそうだ。1日にメール受信50と折帳。笑わせるね。働いてるんだか、メール処理してるんだかわからない。責任ある決断を戻す代わりに、メールしました、チャットに書きましたと、痕跡だけ残して、あとは空気が責任を取る。こんな国が世界で本気の競争をやっていけると思うかね。電話というのは逃げ場がないんだよ。声が震えれば相手にバレる。沈黙すれば気まずい。ごまかせない。その不自由さこそ大人のコミュニケーションの訓練なんだ。謝るにしても、プロポーズするにしても、クレームをつけるにしても、相手の反応を真正面から受け止める覚悟がいる。だから嫌なんだろう。だから電話怖いなんて情けない言葉が20代、30代から出てくる。戦争に行けとは言わないが、せめて電話ぐらいだろう。メッセージにだって利点はあるよ。記録に残る、時間を選べる。これは文明の恩恵だ。ただ問題はそれを盾に使うか、道具として使うかだ。上司に怒られたくないからチャットで報告だけして逃げる。恋人と真正面から別れ話をしたくないから長文メッセージで一方的に終わらせる。こういう卑怯な使い方をするから人間関係がどんどん薄っぺらくなる。私が都知事やってた頃、重大な話をメールで済ませようとするやつがたまにいたが、そういうのは即座に電話か直接呼びつけた命を懸けてやるような決定をちまちました文章の往復ゲームで決めている国は主権国事とは呼べない。外交でも同じだと。最後は顔だ、声だ。相手の目を見て言葉をぶつける。そこに姑息に家の品格がにじみ出る。電話かメッセージかなんて議論をするとき、一番大事なのは自分の臆病さをどれだけ自覚しているかだよ。電話嫌いっていうならまだいい。本当に問題なのは、自分が臆病だからメッセージに逃げてるくせに、それを合理性だの効率だのもっともらしい言葉で飾り立てることだ。そうやって自分を甘やかし続けると、最後は誰とも深く付き合えない。反論もされず、叱られもせず、ただ好みの情報だけ流れてくる画面の中で、ぬるま湯に誓って死んでいく。最後に提案をしてやろう。急ぎでもない用事を、あえて電話でやってみなさい。嫌われてもいいから、本音をその場で口に出して伝えてみなさい。多分最初は震えるよ。失敗もする。変な沈黙も生まれる。でもその不格好さが人間の厚みになる。メッセージは便利だ。だが人生を変える一言は大体声で出てくるんだよ。文字だけで安心してる諸君。便利さの因で自分の勇気をやすりしてないか。少し疑ってみなさい。文明はボタン一つで進歩したが、人間の肝っ玉はボタンじゃ育たん。必要なのは通話ボタンじゃなくて腹の底の決定ボタンだ。電話かメッセージか好きな方を選べばいい。ただしどっちを選んだかでお前の生き方は透けて見える。その覚悟だけは持っておきなさい。